するのはこちらです。ダイソーさんのリサイクルコットン極太です。こちら白を3玉と黄色を2玉用意しました。かぎ針なんですけれども、推奨8号ですが、今回は7号でやっていきます。これは最初の鎖編みと1段目の編み図になります。まずは鎖編みを24目編みます。まず作り目をします。ここから鎖編み24目です。1段目はぐるっと細編みで編みます。端の鎖は細編み3目、こちらの端も細編み3目編み入れています。では1段目やっていきます。まず鎖1目で立ち上がって、この鎖に細編みを1目編みます。この目にマーカーを入れておきます。では次の目から細編みを22目編んで、そうすると最後に鎖編みが1目残っていると思います。そこまで細編みで編んでいきます。マーカーの隣から細編みを22目編んで、最後鎖編みが1目残っている状態です。ではこの最後の鎖に細編みを3目編み入れます。細編みを3目編み入れました。この目とこの目にマーカーを入れておきます。ではまた次の目から細編みを22目編んでいきます。マーカーの隣から細編みを22目編んだところになります。最後はこの目です。最初に細編み1目編んだところですね。ここに細編みをあと2目編み入れます。この目にもマーカーを入れておきます。それでは最初の細編みの頭に引き抜きます。では2段目です。2段目は両サイドですね。ここは増し目になっています。細編み1目に対して細編みを2目編み入れるという形になっていますね。真ん中の部分は細編み22目で変わりません。では鎖1目で立ち上がって根元ですね。細編みを2目編み入れます。ではこの目にマーカーを入れておきます。ここから細編み22目編み進めます。細編みを22目編んで端まで来ました。ではこの3目ですね、それぞれに細編みを2目ずつ編んで6目にします。まずこの目に細編みを2目ですね。ではまたここにマーカーを入れておきます。次の目も細編みを2目編み入れます。この目も細編みを2目編み入れます。ではこの目にマーカーを入れておきます。ではここからまたここまでマーカーの手前まで、22目ですね、細編みで編み進めます。こちら側の端まで来ました。ではまた、この目に細編みを2目編みますね。この目にマーカーを戻しておきます。
次の目も細編みを2目です。最初に細編みを2目編んでありますので、これでこちら側の合計細編み6目ですね。最初の細編みの頭、ここに引き抜きます。3段目です。3段目はかかと側とつま先側で編み方を変えていきます。かかと側は細編みで増し目をしていますね。で、細編みできて、ここから中長編みを編みます。つま先は中長編みの増し目で編んでいきます。中長編みで戻って、最後はまた細編みで戻るという形になります。ではまず最初は鎖1目で立ち上がって、根元に細編みを1目です。マーカーの入っているところに細編みを2目編んで目を増やします。この目にマーカーを入れておきます。次から10目細編みで編み進めます。細編みを10目編みました。次の目からマーカーの手前まで12目中長編みで編み進めます。マーカーの手前まで中長編みで編みました。今度端のところですね、つま先側になります。こちら今細編みが6目ありますが、それぞれの目に中長編みを2目ずつ編んで12目にしていきます。この目に中長編みを2目編み入れます。この目にまたマーカーを入れておきます。中長編みを2目ずつ編み入れていきます。マーカーの目にも中長編みを2目編みます。最後の目にマーカーを入れておきます。ではここから、中長編みを12目ですね編んでいきます。中長編みを12目編みました。次はマーカーの手前まで細編みです。細編み10目になると思います。マーカーの手前まで細編み10目編みました。では次からですね。まずマーカーの目に細編みを1目です。マーカーを戻しておきます。次の目は細編みを2目で目を増やします。次の目は細編みを1目です。次の目は細編みを2目です。こちら側は、細編みが9目になっていますね。最初の細編みに引き抜きます。4段目の編み図になります。やはりかかと側はすべて細編みですね。増し目の箇所は3箇所あります。それからまた細編みで編み進めて中長編み、今度は長編みを編みます。つま先側も長編みで増し目をしながら編んでいって、長編み、中長編み、細編みという形で戻ってきます。では4段目やっていきます。まず鎖1目で立ち上がって根元に細編みです。次の目は細編みを2目、目を増やします。マーカーの入っている目は細編み1目です。マーカーを戻しておきますね。では次から細編みを8目編みます。
細編みを8目編みました。次は中長編みを7目編みます。中長編みを7目編みました。次はマーカーの手前まで長編みを7目編みます。長編みを7目編みました。ではつま先側をやっていきます。まずは長編み1目ですね。マーカーを入れておきます。次は増し目です。長編みを2目編み入れます。次は長編み1目。次は増し目です。次から4目は長編み1目ずつです。次は増し目です。長編み1目。次は増し目です。マーカーのところは長編み1目です。またマーカーを入れておきます。つま先側は長編み16目になりました。ではこちら側ですね。長編み7目、中長編み7目、細編み8目編んでいきます。マーカーの手前まで編みました。ではかかと側の残りをやっていきますね。まず細編み1目、次は細編み2目、目を増やしますね。細編み1目、細編み1目、細編み2目、目を増やします。細編み1目です。これでかかと側の目が細編み12目になっていますね。最初の細編みに引き抜きます。5段目の編み図です。5段目は外周を細編みで編んでいきます。増し目はありません。1目に対して1目、全部細編みですね。1周編んでしまいます。1周細編みで編んできました。最後のところですね。ここに引き抜かずにこんな風に用意していただいて、これが最初の細編みですね。その隣に針を刺します。この細編みの頭に戻ります。そして最初の細編みのところですね。ここに針を刺して糸を引くと、この部分がきれいに収まります。では裏側に糸を隠しておきます。はい、これでスリッパの底が1枚編めました。底部分の出来上がりサイズですね。だいたい長さが24センチぐらいです。で、かかと側が7センチぐらいですね。つま先側が 9.5 ぐらいになっています。サイズを変更したい方は最初の鎖編みの目数を自由に増減してください。そして、この細編みの位置で増減してもらって、あとは中長編みの位置で目を増減していただければいいかなと思います。つま先側とかかと側は編み図の通りに編んでいただいて、この部分で目の増減を行ってください。
幅を広く編みたい場合はこの中長編みの段ですね。ここを長編みで編んでいただくと幅が広くなりますね。これ1枚ですとちょっと薄いので、片足2枚を重ねて底にしたいと思いますので、両足で同じものを4枚編んでいきます。左右関係ありません。全く同じように編んでください。こちらが甲の部分のモチーフの編み図になります。この真ん中の四角の部分のモチーフですね。最初細編み8目です。これは白の糸で編みます。次はパプコーンを8目編みます。黄色の糸で編みます。次は長編みを編んで四角にしていきますね。これは白の糸で編んでいます。そして周りを細編みで1段ぐるっと1周編みます。これは黄色の糸で編んでいきます。まず指に糸を2回巻いて輪を作ります。輪の中から糸を引き出して鎖編み1目、そして細編みを8目編み入れていきます。8目編めました。そしたら糸を引いて輪を引き締めますね。針を戻したら最初の細編みに引き抜くんですが、この時に次の黄色の糸に持ち替えます。そして黄色の糸を引き抜きます。2段目は長編み4目のパプコーンを編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がります。これは長編み1目の代わりです。同じところに長編みを3回編みます。これで長編み4目のカウントになりますね。一旦針を抜いたら、これは最初の立ち上がり鎖3目の一番上の鎖のところです。ここに針を刺して糸を引き出します。鎖1、ここまででパプコーンが1目編めたことになります。次は鎖編み3目です。次の目に長編み4目のパプコーンを編みます。長編みを4目編みます。針を外して最初の長編みの頭のところですね。ここに糸を引き出します。鎖1目です。これで長編み4目のパプコーンが1つ編めました。鎖3目です。ではあと同じ要領でパプコーンを残り6個ですね、編んでいきます。パプコーンを8目編みました。では最後この部分ですね、鎖3目分なんですけれども、鎖3目分の真ん中の位置で割れるようにまず鎖1と編んで、次は中長編みを最初の立ち上がりの鎖3目のところですね。ここに中長編みを編みます。でこの時にここまで来たら黄色の糸で引き抜くのではなくて、白の糸に持ち替えて引き抜きます。次は3段目です。3段目は長編みを編んで四角くしていきます。まず鎖3目で立ち上がりますね。ここを側にすくって長編みを2目編みます。次は隣の鎖3目、ここを側にすくって長編み3目です。
次は角にしていきます。まず長編み3目編みます。鎖編み2目です。同じところに長編みを3目編みます。ここが角になりますね。次は長編み3目です。次はここと同じやり方で角を作りますという形で、ここまで編んでしまいます。1周編んできました。ではここですね、これは最初に長編み3目分入っているところです。同じところに長編みを3回編みます。鎖編み2目分ですので、最初の立ち上がりの鎖3目のところに中長編みを編みます。でまたこの時に黄色の糸に持ち替えて引き抜きます。次は4段目をやっていきます。4段目は1周すべて細編みで編んでいきます。まず鎖1目で立ち上がって鎖を側に細編みを2目編みます。立ち上がりの鎖のところですね。ここにも細編みを編みます。長編みのところにも細編みを1目ずつ編んでいきます。角のところです。角は細編みを2目編んで鎖編み1目、同じところに細編みを2目編みます。では残りも同じように編んでいきます。1周編んできました。編み終わりのところをやってみます。ここは最初に細編みが2目入ってますね。ですので同じところに細編みを2目編んで鎖1目分ですが、ここは最初の細編みに細編みを編みます。次はこの四角のモチーフを台形の形にしていきます。この編み終わりの部分がこの位置になりますね。でここからスタートしていきます。まず細編みを5目編んでいきますね。中長編み4目、長編みを5目、長々編みを2目です。そして、また向きを変えてこちら側から細編みで一段編んでいきます。でこの時に編み終わりの糸を少し長めに残しておきます。そしてこちら側も同じように編みますが、編み始めはここから長々編みの方から編みます。ここに糸をつけて鎖編み4目で立ち上がりますね。長々編み、長編み5目、中長編み4目、細編み5目ということですね。で向きを変えて細編みを1段編みます。では実際にやってみます。まず鎖1目で立ち上がって向きを変えます。細編みです。細編みを全部で5目編みますね。次は中長編み4目編んでいきます。次は長編みを5目編みます。そして次は長々編みですね。細編みと細編みの間の鎖1目のところです。ここを側にすくって長々編みを2目編みます。
そしたら鎖1目で立ち上がって向きを変えますね。細編みを1目に対して1目編んでいきます。次はこちら側から始めます。裏向きにして角に糸をつけます。ここですね。鎖編み4目で立ち上がります。同じところに長々編みです。次の目から長編み5目です。中長編みを4目編みます。細編みを5目編みます。今度鎖1目のところですね。これが最後の細編みになります。では鎖1目で立ち上がって向きを変えて細編みを1目に対して1目編んでいきます。ここまで編んできて最後の細編みはこの立ち上がり鎖4目のところですね。ここに細編みを編み入れます。でこれは糸を切らずにこのまま置いておきます。続けて編んでいきますので糸は切りません。最後ですね、台形に編んだこの部分引き抜き編みをしていきます。ここですね。では糸を切らずに置いておいたところから始めます。まず鎖1目ですね。編み地をこちら向きにして細編みのところから順に引き抜きしていきます。でここは鎖4目で立ち上がったところですね。ここも1目ずつ引き抜き編みをしていきます。で次はこの鎖1目のところですね。ここに引き抜き編みします。細編みのところも1目ずつ引き抜き編みをしていきます。はい、ここまで引き抜き編みをしてきました。でここはまた鎖1目のところですね。ここも引き抜きます。で次はこれ長々編みですね。長々編みには4回引き抜きをします。そして最後細編みのところに引き抜き編みをしてこれで終わりますね。今度は反対側、こちら側つま先側をやっていきますね。糸を長めに残してありますのでこの糸を使ってやっていきます。ではこの状態で針をここから刺して糸を引き出します。鎖1ですね。根元に引き抜き編み、次の目ですね、細編みのところに引き抜き編み、ここは角のところになりますね。角のところにも引き抜き編みです。細編みに引き抜き編み、ここまで来ました。ここはまた角の鎖1目のところですね。ここにも引き抜き編みをして細編み2段ありますのでそれぞれに引き抜き編み、はい、これで編み終わりとなります。糸端はすべて裏側で糸始末しておきます。糸始末が終わりました。こんな感じになりますね。つま先側が13センチぐらい、こちら側が16センチぐらいですね。高さが11センチぐらいになってますね。こちらも幅を広く編みたい場合には
両サイドそれぞれ細編みの段数を増やしてください。では同じものを2枚編みます。それでは最後こちらを仕立ててスリッパにしていきます。まずは底ですね。裏同士を中にして合わせます。で2枚を重ね合わせたら4箇所にマーカーを入れていきます。まずね、つま先側ですね。この長編みが4目、1目ずつ長編み4目編んだところ、これがつま先側の中心ですね。この真ん中の間が。ですので、この長編み、ここから1、2、3、4、5、6、6つ目の長編みのその上の細編みにマーカーを入れています。こちら側も同じですね。長編みが4目あります。この真ん中が中心になりますので、ここから1、2、3、4、5、6、6つ目の長編みの上の細編みにマーカーが入っています。反対側も同様に6目のところに入れています。そしてこの目の数ですね。ここはこちらの目数と合わせていきます。この目数がこの目数になりますので、ここが、引き抜き編みも1目として18目あるんですね。ですのでこのマーカーを入れた目の隣から17数えたところにマーカーが入っています。こちら側も同様ですね。では3枚の編み地を重ねて一緒に細編みしていきます。まずは引き抜き編み下目に針を入れますね。そしてマーカーの入っている目、ここに針を入れます。ここに糸をつけて鎖1目で立ち上がって3枚を一緒に細編みします。次の目ですね。3枚一緒に細編みです。ではこちら側まで最後はこの引き抜き編みの目を入れて18目分になります。マーカーのところとちょうど数が合うはずですので、ここまで細編みで編んでいきます。こちら側まで細編み18目編みました。ではつま先部分のカーブのところを編んでいきます。ここも細編みで編むんですが、途中2箇所ぐらい目を増やしたいと思います。まず細編みで3目ほど編みます。次の目で目を増やします。1つの目に2目細編みを編みました。じゃあ次は1、2編んで、じゃあまた次の目で目を増やします。じゃあマーカーの手前まで残り3目ですね。はい、つま先部分も編めました。では次はここからここですね。3枚一緒に細編みします。こちら側も細編み18目で3枚一緒に編みました。ではかかと部分ですね。ここはもう増し目なしでずっとこちら側まで細編みで編んでしまいます。一周編んできました。では最後は最初の細編みに引き抜いて、これで糸始末をして終わります。片足分できました。もう片足分も同じように作っていきます。これで完成となります。ダイソーさんのリサイクルコットン極太を使ったので、
サクサクとね、短時間で編めます。で、コットン糸ですから履き心地もさらっとしていて通気性もいいです。夏にお家で履いてもらうのにちょうどいい感じですね。